もっと見つめたい、愛してたい、儚い命を感じさせて、今抱きしめた。これから作業ロケットストーブという薪ストーブの一種、これを、オーバーホールとそれから強化を兼ねて一回今日分解します。ロケットストーブって聞き慣れないかもしれませんね。ごくごく簡単に説明すると、燃焼効率が非常に高くて少量の薪でも熱を取り出しやすいストーブです。手作りも可能だという点で DIY 好きやエコ意識の高い人には昨今よく知られているものです。僕はどちらかというと後者。 DIY はできるからやってるだけです。なので割と適当です。続きは後半で。いろんなアーティストの曲をカバーする企画、カバーズが始まりました。最初の曲はビーズの名曲アローンです。これはアレンジの最中の様子ですね。原曲のコピーではなくて全く一から自分なりの演奏を作ってます。なので自分の曲を作っている時とあんまり変わらないですね。こうした地味な作業が続きます。どこまで届くの、今は僕に会いたい。夏の終わりというより秋に差し掛かりました。緑が終わる時期なので周辺地域へふらっと景色を堪能しに行きます。
カバーズの撮影当日です。まずはピアノソロを考えます。そして撮影しました。これは後日ミキシングの作業です。いろんな楽器が鳴っているのを少しずつ調整してバランスをとっていきます。この作業の後、動画の編集をして完成しました。それでは完成した動画の一部をご覧ください。僕らはそれぞれの花を泣いて生まれた巡り合うために。飲料水は近くにある原始の泉で汲んできます。天然のミネラルウォーターですね。少し仕事を休んで十勝岳の紅葉を見に行きました。毎年9月終わりから10月初めに見頃を迎えます。動画や写真だけでもこれだけ美しいですが、生で見るとその美しさと壮大さに息をのみます。神々しいまでの地球の美しさを見てると、日常のさまつな出来事に翻弄されている自分たちが本当バカバカしく思えてきます。
トーブの作り直し後半です。レンガの積み直しの様子ですね。こちらをご覧いただきながら、ここで一つ話をしてみます。弱点をカバーするだけの強みが誰にでもあるという話です。僕は学生時代に将来の道を選ぶとき、音楽プロデューサーになる、しかもエンジニアプロデューサーというかなり稀な職種を目指しました。音楽の基礎的な素養はあったと思うし、技術系の勉強もしていたし、だからその道のプロの要件は多少揃っているかなとも思ってたんですよね。でもそれを仕事にするという面で考えると、僕には大きな欠点があったんだよね。それが体力のなさとコミュニケーション能力の乏しさ。それらってこの業界で生きていくのにまず最初に必要な最低条件だと言われてたんだよね。普通のサラリーマンの道もあったけど諦めきれなくて、業界への入り口としてレコーディングスタジオに入ることを考えて、それで本当に運よくスタジオに入ることができたんだよね。でスタジオに入った当初はね、何も仕事をさせてもらえないんですよ。だからとにかく自分ができることを探した。最初は何もできないから先輩の手伝いをすること、あとはね掃除を隅々までピッカピカになるまでやることぐらいだったんだよね。ここにアーティストを迎えるんだ、美しく快適なスタジオでいい音楽を作ってもらいたい、そう思ってた。そしてしばらくして現場の仕事に入れるようになって、でもそうなった時ね、もう必死だったから自分の弱さにフォーカスしている暇さえなくて、自分の能力 100% 以上だね出し切って仕事をしてた。フラフラになりながら。そんなまっすぐな思いがあったからかどうかわからないけれど、コミュニケーション能力が乏しいとしても周囲から受け入れられていくようになったんだよね。体力についてもボロボロな状態になってよくぶっ倒れてたんだけれども、ちゃんと乗り切ってきたわけだし、仕事への取り組み方や意識、自分で考え率先して仕事ができることをよりよく変えていけることを、当時は気づかなかったんだけれど、僕にもそんな強みがあったらしくて、それは弱点を十分にカバーすることができてたんだよ。だからおそらく当時の仕事で関わった人の多くが、僕がいわゆるコミュ障だなんて思ってなかったと思う。もし僕が学生の時、自分には体力もコミュニケーション能力もないからこの仕事はできないという思い込みを強く信じ続けてたら、自分の可能性を自分自身で摘み取っていただろうね。もし今この動画を見ている人の中で、自分は何もかもダメなやつだと思って生きづらさを感じている人がいたら、このことを思い出してほしいな。ネガティブな思い込みのせいで自分の可能性を自分で摘み取らないで、自分の弱点、それは確かに弱点かもしれないけれど、それをカバーできるだけの強みがきっと誰にでもあるということを。組み上がったので、これから検証実験を始めます。
もし